はいさいみんな。月曜日、私はジャクソンビルからマイアミ近くのフォートローダデルまでアムトラックの電車に乗りました。電車はとても古くて一日中かかりました。このビデオがフェードインしたり、フェードアウトしたりして申し訳ありません。ソースビデオの映像が揺れていたので、班の一部しかショーしませんでした。こちらがラブさんのディンギです。海岸から彼のヤットまで行くのにディンギを使います。フォートローダデルには高級なボートや家がたくさんあります。はい、さよみんな。マイクです。今、私は搬送やっとウィンソンに乗っています。ウィンソンの意味は風の歌です。先月にボートヤードでラブさんに会った友達になりました。その後、ラブさんはガールフレンドと共にマイアミ近くにフォートローダデルまで船で向かいました。ラブさんのガールフレンドは日曜日にメイン州に帰国しました。ラブさんはさらに修理するのためにウィンソンをボートヤードに戻したい考えています。私は彼のヤット乗組員を手伝いたいと申し出ました。私たちは一緒に700キロを航海してセントメリーに戻る計画を立てました。ウィンソンは長さ60フィートの型装備の帆船です。火曜日、追加のディーゼル燃料を購入するなどの最後の準備を終えて、正午頃にフォートローダデルを出発しました。市内から大西洋に至る海峡は波が荒かった。海峡から出ると砲を上げてエンジンを切りました。天気が綺麗でした。計画されたルートは北に流れるメキシコ湾流のフロリダ沖80キロでした。メキシコ湾流に入ると時速19キロで移動していました。
水曜日、つまり2日目も公開を続けました。一晩中公開しました。4時間ごとにシフトを組んでいました。約52時間公開を続けました。ビデオの大部分は自動操縦で航行するボートの様子です。ここでは風が強くなったので、面線を小さくしています。これをリーフィングと言います。
ハンセンには自動操縦装置がついていますが、私は中に入って別のハンドルを操作し、そこから運転しました。こちらは船の反対側から見た景色です。風を背にして北に向かって航行していたので、方を反対側に切り替えるためにジャイブしなければなりませんでした。風は一晩中強くなり続けた。風がとても強かったので、セント・アーガスティンに立ち寄ることにしました。嵐が去った私たちは一日中そこに停泊していました。翌朝4日目、美しいセーリング天気の最終日を過ごすために大西洋に戻りました。ここではメインセール全体を見ることができます。その前方には完全なジブセールがあります。今日は風は弱かったですが、ハンセンが横に傾いているのがわかります。セント・メリーズ海峡の入り口にある大きな大砲を備えた古い砦を通り過ぎます。フェルデニナビーチという小さな町の近くに停泊しました。レストランで夕食を楽しみました。翌朝、ボートヤードまで少し行きました。